たまさん、待っててくれたの？優しいね。ね、ありがとうに。はい、たまちゃんは今日もエスコートだね。少し足元の差としつかないおばあちゃんのゆっくりとした歩幅に合わせて4本の足でしっかりと優しく道を案内する存在。ほらね、立派なほうれん草だよね。今夜はおいしいおかずにしようね。朝の心地よい空気の中、お散歩の途中で立ち寄った畑。おばあちゃんが腰をかがめて野菜を収穫している間も、玉はまるでお抱えの武士のように4本の足で凛と立ち、周囲を静かに見守っています。玉、今日も畑をしっかり守ってくれたの？ありがとね。収穫したばかりのみずみずしい野菜をシルバーカーにそっと詰め込んで、とその時、突然玉が畑をとことこと駆け回り始めました。普段は頼もしい用心棒ですが、やっぱり時々はお茶目ないたずらっ子に戻っちゃうみたいです。家の中でも影のようにおばあちゃんに寄り添う玉。一体なぜこれほどまでに守ろうとするのでしょうか。お家の中での暮らしを覗いてみると、玉の熱心な姿がそこにありました。おばあちゃんが畳の上を掃除し始めると、邪魔にならない距離を保ちながら、4つの足でとことこと、おばあちゃんのすぐ後ろを歩いて回ります。ちょっと待っとくれね。おいしいものを作ってあげるからね。おばあちゃんが台所に立てば台所へ。続いて全国のお天気をお伝えします。明日の日本列島は広い範囲で高気圧に。寝室へ行けば寝室へ。おばあちゃんが包丁を握り、火を使う姿を玉はまるで見守るように真剣に見つめます。私のおばあちゃんは、私が見守らなきゃダメなの。そんなけなげな心の声が今にも聞こえてきそうです。取材陣がおばあちゃんに少し近づこうとしたその時でした。それまでおとなしかった玉がさっと前へ飛び出し、おばあちゃんを背に立ちふさがったのです。じっとこちらを警戒する強い眼差し。この小さな体に宿るおばあちゃんへの愛情は誰よりも深く頼もしいものです。こんなに小さな体でね、おばあちゃんに会いに来てくれたのかい？最初から玉がこんなに立派な相棒だったわけではありません。遡ること3年前、おばあちゃんが一人で暮らす静かな家の庭に迷い込んできた一匹の小さな子猫。それが玉との出会いでした。孤独と静けさだけが漂っていたおばあちゃんの暮らし。しかし小さな命によってこの家には3年ぶりに温かい笑顔が戻ってきたのです。一人でいるときは寂しくてばかりだったのです。でも今はこの玉が私を守ってくれるし、人生最高の相棒です。とうにありがたいね。血のつながりもなく、言葉も通じない一人と一匹。しかし二人はどんな家族よりも深い絆で結ばれています。たまさん、ありがとうねし。これからもずなと一緒だよ。そう語りかけるおばあちゃんに、玉は糸をしそうに体をすり寄せます。お互いが生きがいとなったおばあちゃんと玉。二人の愛おしい日々は、これからも温かい奇跡として続いていきます。チャンネル登録といいねしてくれると嬉しいよ。